車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日はスバルのレボーグの走る部分の特徴なので思う点を挙げていきたいなと思います。車は GT-EX 電子制御ダンパーのついていないグレードです。現在ですとスマートエディションというグレードが対応してるんじゃないかと思います。でね、レボーグはね、乗ると特徴が濃くてね、わかりやすい特徴を持っていて、そこがね、とっても面白いです。で、ネットっていうかね、YouTube とかに、この電子制御ダンパーのついてないグレードのレビューがね、そんなに見当たらないというのもあって、今ね、これを動画にしたいなと思いました。お値段が、GT-EX ですと350万円、スマートエディションですと現在363万円になっています。で、このお値段に対して、まず内装すごく良くて、見栄え良くて、分かりやすい魅力が詰まっている。これはちょっとね、前回動画にさせていただきましたので、よろしければそっちをご覧ください。で、走る部分の話にね、入っていきたいなと思います。まずね、手放して良いねと思っている部分です。一つはフロントサスペンションの動き方。段差とかで強い入力、速い入力があって、素早く動くときには、スッとね、柔らかくストロークしてくれて、逆にブレーキの操作とか、どっちかというとハンドルかな。ハンドル操作で柔らかくゆっくり動くときにはネバッと動いてくれる。このフロントサスペンションの動き方がね、すごくいいなと思います。ほんとね、電子制御ダンパーの方に注目が集まりますけれども、この何もないダンパーもね、普通のコンサバなダンパーもすごくいいなとね、自分は思っています。フロントサスペンションね。で、リアサスペンションはね、ちょっと硬いです。これはワゴンだからね、荷物乗せるとかいうのもあるでしょうから、いいとか悪いではなくてね、乗り心地とかで言うと、フロントシートに座った方が、フロントサスペンションの影響をよく受ける、その前の席に座った方が乗り心地はいいなと思っています。で、あとね、ボディ見切りと車両間隔の取りやすさ。これもね、やっぱりね、すごくいいです。インパネ低いし、ボンネット見えますし、あとね、脇も低く、ウエストラインが低くなってるような感じで、もう前の方がね、よく見える。視界がいい車って、結構ね、高い位置とか、空がね、よく見える車っていうのはね、結構あります。ワゴン車とかミニバンとかね、コンパクトカーとかで。で、もうね、自分思うんですよね。あんまり上の方が見えても、そんなに運転には、車両間隔の取りやすさには意味がないっていうのかな。そんな感じの中で、レボーグはね、左側の間隔が取りやすい。もう右前はね、もう当然として、前の間隔が取りやすい。で、タイヤの位置がつかみやすいので、コーナリングがね、走りやすいです。外側に寄って、内側ギリギリのところまでね、寄って、また外の立ち上がっていくとか、S 字で切り返すときとかね、タイヤの位置がつかめないとなかなか思い通りには走れませんから、遠くを見ていても足元、タイヤの位置がつかめる感覚ってね、すごく重要だと思います。で、レボーグはこの辺がいい。あとね、付け加えると、ナビがね、上に出っ張っていないので、これも感覚の取りやすさにね、効いているんじゃないかと思います。でね、そんなハンドリング、続いてハンドリングの話なんですけれども、ハンドリングね、入っていくときがいいですね。切って、コーナーに入っていくとき、ゆっくりね、スーッと切ると、車がスーッと内側に吸い込まれるように入っていく。よくね、このフルタイム 4WD ってこの辺苦手とかも言われますけれども、だからこそね、スバルはここに着目して、スーッと入っていくように作られてるんでしょうね。この辺はね、他のスバル車でも感じる魅力です。で、立ち上がりは、一言で言えばね、安定している感じで、パワーをかけてもね、車が暴れにくい、取られにくいっていうのかな。なので、車両間隔と、立ち上がっていく時の間隔合わせて、思ったところにね、立ち上がっていけます。でハンドリングもね、もうスーッと入っていくので、ゆっくりね、ハンドルを切っていく感じが、すごくね、合う車だと思います。で、続きまして、エンジンの話いきます。エンジンは、スバルのね、おなじみの水平対向4気筒の 1800cc ターボで、CVT が組み合わされます。で、ここで、一つ面白いと思うのが、まず最初にね、エンジンノイズと低振動の関係。エンジンノイズはね、結構低回転だとボーボー言うんですね。ボーボー言うんですけれども、振動は少ないです。アイドリングとかでね、停止しているときはちょっと軽くブルブルするのはあるとしても、通常走行中とか、回してるときのね、振動、ものすごく少ないです。もうこれ本当に4気筒なのってね、思っちゃうようなね、
低振動で、直録に近い感覚かな。V6 ね、よくある V6 よりも振動が少ないぐらいの感覚なので、やっぱりこれね、水泳対向の魅力ですよね。で、これがね、脳書きではなくて、乗って本当に感じられるから面白いっていうかね、素晴らしい。エンジンノイズがね、ボーボー言うと、それに伴って振動もね、こう、ゴロゴロガラガラしそうなものなんですけれども、そうじゃないというのがね、いいところかなと。では続きまして、スロットル特性の話をさせてください。まず、スロットル特性っていうのは、アクセルペダルを踏んでいる量と実際の出力の関係を指します。アクセルペダルを、例えば 20% 踏んでいたとしても、20% の出力とはね、限らないんですね。30% 出ているとか、40% 開いているとか。スロットルというのが、エンジンの出力を絞る役割をする。ひいてはアクセルペダルも、エンジンの出力を絞る方向の役割をしますので、それが閉じるんですけれども、なので、開くとかね、いう言い方をします。で、20% 踏んでいて、30% 出力が出ていたら、早開き。逆に 10% だったら遅開きなんて言い方をします。で、レボーグね、ここにちょっと一つ面白いところがあります。発進からの加速時は、早開きのような感じでね、少し踏んでもぐっと車が出ていきます。これを元気いいと取ることもできますし、唐突感がある加速と捉えることもできる。で、巡航中になると、少し踏んでる時には、少し踏んでるような感じでね、そーっとしたスロットル特性になります。なので、扱いやすかったり、滑らかに乗れたり、燃費走行がしやすかったりとか、そうした良さがありまして、結構ね、これ、両方の出だしの元気の良さと、巡航中の扱いやすさと、両方持ってるんじゃないかなっていう気もします。ただね、結構好み分かれそうというかね、好き嫌い分かれそうな部分なので、で、意識するとね、違い分かると思います。なので、そうですね、今まで気にされてなかった方は、ちょっと気にしてみたらね、面白いポイントかなと思います。で、合わせてね、トルクとパワーの関係、出力的な、体感的なね、加速力でいうと、加速力ね、高まってくるのは2500回転から3000回転ぐらいの間かな。この辺でね、ぐーっと出てきます。最大トルク30キロということなので、力強くね、加速します。最高出力で言うと、177馬力。なので、そうですね、排気量からしてみたら、相応ぐらいのパワーということで、踏むとグッと出ていくけど、そんな伸び感がない感じ。これね、滑らかな感じとも言えるのかな。気難しさのない加速。ということで、それぐらいの加速力といったイメージです。これね、グレード名に R というグレード名になりますと、R とつくグレードになりますと、エンジン 2400cc のターボになって、一気にね、100馬力ぐらいアップします。ただ、お値段もね、500万円クラスになってきますので、なかなかね、差が大きくて悩ましいし、どっちもね、出力も差も大きいし、値段の差も大きいんでね、悩ましいところなんですけれどもね。ちょっとね、じゃあ音だけ取りますね。一足入れます。踏みます。そんなね、刺激がある。で、CVT と続いて CVT の話です。CVT ね、滑らかです。気難しさがないとか、ギクシャクするとこがないとか、もうほんとね、どんなに滑らかと感じた車でも1日乗ってれば、1回、2回、3回とかね、ちょっとあれって嫌な挙動を出す時もあるんですけれども、このスバルのレボーグね、何回か乗って、そういうところがね、なかったです。そうね、なので、すごくね、いい CVT だと思います。で、すごくね、いい CVT なんですけれども、スバルのカタログとかホームページを見ると、結構ね、この CVT っていうのを隠しているような気がするんですよね。例えば、リニアトロニックとか、スバルパフォーマンストランスミッションとかいう書き方がされていて、CVT という表記がないんですね。5MT、6MT と 6AT なんていうのは、もうはっきりね、総称で書いてあるんですけれども、CVT に関してはね、固有名称が使われちゃっている。これ、どうなんでしょう。そんなにね、CVT、ね、あまり好きじゃない方も多いのでっていうのがあるんで、なんとなく察することはできるんですけれども、すごくね、もう乗るといい CVT なので、ちょっとね、はっきり書いてくれたら、嬉しいかなっていうのはね、思うところです。続きまして、内装の部分で一つちょっとね、筆休めみたいな感じで、ちょっとね、内装の話をさせてください。
触れたいのは、縦型ナビゲーションの魅力。車ってこう前に進むものですから、前がね、広く見えるナビゲーションっていうのは、すごくね、理にかなってると思います。実際にね、使いやすいですしね。モニターはすごく縦長ですけれども、ナビが表示されるのは正方形より少し縦長ぐらい。で、上下には、上が情報で、下がエアコンの操作部なんかが出てきますので、完全に縦長ではないんですけれどもね、十分なだけ前方を表示してくれます。でね、ここで横長のワイドモニターとどっちがいいんだろうとね、思われる方もいらっしゃるかもしれないです。これちょっとね、今挙げるのが横長ワイドタイプのモニターの、クラウンです。クラウンのモニターね、例えばいいのはバックモニター。バックモニターが横長にね、バーっとこう広く出てきて、その右脇にはね、さらにこれ、シースルー状態でこう上から見た表示が出てくるとか、ワイドモニターはね、このバックモニターでね、広く使えます。逆に360度モニターとかはね、ちょっと歪みが出ちゃって見にくいのもあるのかな。レボーグのフロントカメラの方がね、単純に見やすいかなっていうのもありますね。広角にすると歪みが分かりやすい。それからですね、結構ね、両端を余らしちゃってるとこなんかもあるんですね。クラウンの場合。なので、バックモニターに関しては横長モニターの方が広くいろんな情報が表示できる。でも普段は縦長モニターの方がいいんじゃないかなっていうのがね、自分の持論です。これ見た目のね、好みとかもありますので、自分としてはといったところです。で、あとね、リアサスペンションの硬さと積載能力。これはあれです。リアサスペンションね、ワゴンボディだから硬いです。ワゴンボディだからというのは積載能力のために硬くしなきゃいけないっていうのがね、あるでしょうから、そのバネってね、何キロ重さを乗せたら何ミリ沈むというスペックで表されます。つまり同じバネだったら、たくさんのね、荷物を乗せて重くなれば動きやすくなる、沈みやすくなるでしょうし、重い荷物に耐えられるためには硬いバネを採用しなきゃいけない。といったところでね、リアサスペンションはね、ちょっと硬いです。その代わり、かなりのね、荷物を積めるんじゃないかなと思います。で、そうね、あと一長一短と思うような部分をちょっと2つ。一つはね、内装の光沢と反射です。レボーグの内装ね、すごくこう、艶があって、すごくね、こう、わかりやすい魅力に溢れています。で、そう、助手席の前とかね、綺麗に艶が消されていて、質感高い、レザー調の加色とかされているんですけれども、大きくはね、こう、艶が強い、内装です。で、その代わりに、夏の強い日差しの時とかね、ちょっと反射が目立ちます。このあたりが個性を求めているか、もう刺さる人には刺さるという車作りとしてね、面白い車作りだと思います。万人向けの車だとね、面白みなくなっちゃいますからね。やっぱりね、こういう車は貴重です。で、続きましては、直進性と回答性というところで、ちょっと思うところ。まずね、このレボーグに乗って、回答性ね、スーッと入って感じがすごく気持ちいいというのはね、この動画の最初で述べさせていただきました。で、代わりにというかね、直進性っていうのかな。ハンドルを持つ手の力を抜いて走ってる時に、ちょっとね、車が取られやすい。気がつくとどっちかの右か左に寄っていきそうになるんですけれども、ここね、ちょっとね、疑問を感じたんですね。ちょっと何の理由かはちょっとわからなかったんですけれども、気になって何回か乗って、で、空気圧もね、もう抜いて入れてというのをもう何度も繰り返してみたんですけれども、変わらなくてね、レボーグね、今の進化したモデルとか、上のグレードのモデルはね、違うかもしれないという上で、あと、個体差、そういうのもあるかもしれないという上で、ちょっとね、この直進性は自分は気になったところでした。でね、これ、そういうこと言ってる人他にいらっしゃらないかなってこう気になるんですね。自分が言ったのはもう結構前で、で、その後にね、ちょっと動画で半年ぐらいしてからかな、黒沢ガンさんという、有名な方がね、これをおっしゃってました。それしかね、見つけられなかったんですけれども、そのガンさんが、レボーグちょっとまっすぐ走るのが苦手だよと。自分よりね、もうよっぽどこう信憑性のある方なので、よかったらね、そっち動画見てみてください。黒沢レボーグなんて調べれば、出てくると思います。で、あとちょっとね、一つおまけです。すごくね、いいと思うところを、最後にもう一つ。レボーグね、一番安いグレードでも、エンジンフードにダンパーがついています。ボンネットのダンパーね。で、開ければね、ふわっと上がります。で、ダンパーがついていて、
このダンパーもね、滑らかに動くんですね。エンジンフードダンパーがついてる車は、まあそこそこ、最近減ってきちゃったけれども、それでもある。でもね、そう、滑らかに動かない車もあるので、滑らかに動くというところはね、すごくいいなと思います。ということで、そうですね、エボーグの走るとこで濃いと感じる特徴を、いくつか挙げさせていただきまして、最後にね、ちょっとエンジンフードダンパーの話なんかもさせていただきました。すいません、あと、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。